スノーピークの2019年新商品でも話題になったたこ焼きプレートを装着できるグリルバーナーの説法円について今日は紹介していこうと思います。雪に、峰に円って書いて説法円って読みます。僕初めは雪法円って最初読んでました。ちょっと読みづらいんですけども、説法祭の説法って覚えてもらうと分かりやすいかなと思います。でスノーピークのサイトには分厚い肉も焼けますって書いてあるんですけれども、今回は実際にステーキ肉を焼いてみて本当に焼けるかどうかっていうのを見てみようと思います。で説法円の特徴といえば、この鋳鉄製のグリドルですね。中心にこんな感じで穴が開いていて、溝も全体にこう入っているので、余分な油が放浪に落ちることで煙の発生を抑えてくれます。そして、鋳鉄製なのでスキレットだとかダッチオーブンと同じで食材に鉄分が付着して、これで調理をするだけで鉄分を多く摂取できるよっていうメリットがあります。であともう一個、実はこの商品発売予定日よりちょっと遅れて発売されたんですけども、その理由がこちらのレギュレーターですね。このレギュレーターを開発に力を入れたことによって気温が0度でも、30度でも同じぐらいの力で使うことができるよっていうのが大きな特徴になっております。で、使うガスは金管でも銀管でも構わないんですけれども、250缶か500缶で使用するように設計されています。で、装着方法は倒立ではなくて整列装着で使用していきます。で、新しいガス管はですね、いっぱいガスが缶の中に入っているので、斜めの状態でセットするとガスが溢れてくることがあるみたいなので、設置も整列で行います。設置も整列っていうのはここですね。こんな感じで上にレギュレーターを乗せたままこうやってくるくる回転させてまっすぐになるようにガスが溢れないようにですね、装着をしていきます。もうちょっと上げてこうやって巻いてもらっても構わないんですけど、はい、こんな感じで装着をしていきます。今日はですねIGT は用意してないんですけれども、この茶色い机をIGT アイアングリルテーブルと仮定するとこんな感じではめることができて、でここに IGT のアームがあるので、こうやってレギュレーターを装着して使うことができます。でこの幅が、ちょうど1ユニット分の幅になるので、1ユニット分として使うことができます。で先ほども少し話に出たんですけれども、肉とか、食材を焼いていて、この溝に沿ってこの穴に、油とかが落ちていくんですけれども、その落ちた先がこちらの放浪になります。こちらが水皿になるんですけれども、ここの微妙に線が入ってるの分かりますかね。ここにそうで、ここまで水をしっかりと入れてもらって、セットをすることで片付けがすごい楽になります。水に油が浮くので本当に流すだけで油も取れてくれるので、本当に水をつけた方がいいです。であともう一個は、この鋳鉄を外すとこの直にもう火がつくので、その真下にこの水皿が来るから水がないとめちゃくちゃ熱くなるんですね。で片付けの時にやけどしちゃうことにもつながるので、水をしっかり入れてるのを忘れないようにして使っていただけたらなと思います。でお手入れ方法もこういうふうに鋳鉄と水皿、本体の足になる部分、本体というふうにここまでバラバラにして、掃除をすることができるので、長く衛生的に、綺麗な状態でですね使うことができるので、
おすすめですね。で装着方法もよいしょ、ここに穴が開いていて、両方ともここですね。でそこに合わせてこの足をちょっと引っ張りながらはめ込んだら、もうカチッっていうまで押し込むだけで、こういう風に設置も簡単にすることができます。で逆に外したい時はこの足をちょっと押しながらですね、こんな感じで引くだけで外すことができるので、簡単にお手入れもしやすいかなと思います。で鋳鉄に関してはこちらですね、鋳鉄なので、さっきもスキレットとかダッチオーブンと同じですよってお伝えしたんですけれども、やっぱシーズニングがどうしても必要になるので、使用する前後で、初めて使用する時と、それ以降のね使った後にはシーズニングが必要になります。で保管も、僕は新聞紙にくるんで錆びが来ないように、管理しています。それでは実際にキッチンシザーズセットを使って下処理をしたステーキ肉とネギを使って、切方円でですね、焼いていこうかなと思います。まずこちらの水皿に水を入れたのでセットしていきます。こうやって足とはまるので、こんな感じでつけていきます。点火方法は簡単で、こちらのつまみを開いて、このボタンですねを押すだけで、こういう風に火がついていきます。これで火がついた状態なのでグリドルを置いていきます。本当はね、今説明のためにグリドルを外してやったんですけど、やけどする可能性があるので、このままつけたままで点火をするようにしてください。こんな感じで肉を乗せて、あとは焼けるのを待ちますね。でグリドルも鋳鉄製なので、熱を吸収して輻射熱というものを出すので、美味しく焼くことができます。でもちろん焼いてるので煙も出るには出るんですけど、一般的なフライパンとかで焼くよりはだいぶ煙も少なく調理することができているかなと思います。
はい、こんな感じで焼き上げることができました。でお手入れの方法ですがまあこういうまだちょっと煙出てるの分かるかと思う、分かんないかな、ちょっと見えづらいんですけれども、まだ煙も出てて、かなりそのさっきも言った輻射熱が出てて、熱い状況なんですね。でこの状況で熱いうちに洗っちゃいたいんですけれども、冷たい水をかけることによってこのグリドルが傷ついてしまうことがあるので、しっかりと冷えるまで待ちます。で今回はそんなに油落ちてないですが、アウトドアでね、何人前分も焼いたりとかすると、ここに結構白い油が浮いたりとかしてるので、これも綺麗に洗うことができます。でまた別の動画でこのグリドルのですね、シーズニング方法も上げていこうかなと思います。